2025年8月、グルジアのオロズマニ遺跡で発見された180万年前の人類の下顎骨。研究者たちは言いました。この発見は人類がどこから来たのかという問いに全く新しい答えを突きつけると。けれどこの発見、あなたが思う以上に深い意味を持っているかもしれません。なぜなら人類は自分の意志で進化してきたのではない、そう示唆する証拠が世界中の遺跡に残されているからです。紀元前9600年、トルコのギョベクリテペ遺跡。紀元前3100年、シュメール文明のウルク。紀元前1500年、古代エジプトのアビドス神殿。紀元前900年、メソアメリカのオルメカ文明。時代も場所も文化も全く異なるこれらの遺跡に同じものが刻まれています。四角い箱型の物体を手に持つ神々や支配者たち。考古学者たちはこれを神々のハンドバッグと呼んでいます。おかしいと思いませんか？当時、これらの文明同士に交流があった証拠は一切ありません。それなのになぜ同じデザインの物体が地球の反対側にまで現れるのか。偶然？いや、これは偶然では片付けられません。なぜならこのバッグは単なる装飾品ではないからです。古代の彫刻や壁画を詳しく見ると、このバッグは必ず特別な儀式の場面で登場します。神々が人類に何かを授ける瞬間、王が神聖な権力を受け取る瞬間。このバッグの中には一体何が入っていたのか。そしてなぜ世界中の古代文明がまるで申し合わせたかのように同じものを神聖視したのか。今日その答えにたどり着きます。そしてそれは想像以上に恐ろしい真実です。考古学の教科書はこのバッグについてこう説明します。各文明が独自に生み出した道具や種子を入れる容器の象徴。実にシンプルで疑問の余地がないように聞こえます。しかしこの説明には大きな問題があります。まず形状の一致です。ギョベクリテペの石柱に刻まれたバッグ。台形に近い長方形で上部に半円型の取っ手があります。高さと幅の比率は約1対 1.4。次にイラクのアッシリア遺跡の浮き彫り。ここでも全く同じ比率のバッグを持つ有力の神々が描かれています。時代は約7000年も離れています。さらに驚くべきはメキシコのラベンタ遺跡。オルメカ文明の石像も同じ比率のバッグを手にしています。ギョベクリテペからは約1万1000キロも離れているにもかかわらずです。偶然にしてはあまりにも一致しすぎています。でも、もしかしたらバッグという道具自体が人類が自然と考え出す普遍的な形なのかもしれない。そう思う人もいるでしょう。しかし、ここに決定的な矛盾があります。世界中の古代文明を見渡しても、実際にこの形状のバッグが出土した例はほぼゼロなんです。つまり、使われていた証拠がない道具を、なぜか儀式の最も重要な場面で、わざわざ石に刻み続けた。これが考古学の公式見解です。使っていないものを、なぜ神聖視するのか。この矛盾に主流の学説は答えられていません。しかし、ここで興味深いニュースがあります。2025年7月、ハーバード大学のデイビッド・ライヒ教授らが発表した研究によれば、人類の歴史は混交の連続であり、純粋な民族や独立した文明など存在しないとのこと。DNA 解析によって、古代文明の形成は互いの交流と知識の伝播によって生まれた可能性が高いと示されたのです。つまり、各地が独自にこのバッグを発明したという前提そのものがすでに揺らぎ始めている。古代の記録が語る神々の共通の記憶、それは遺伝子レベルで共有された記録だったのかもしれません。さらに不可解なのはこのバッグが登場する状況です。アビドス神殿の壁画を見てください。オシリス神が死者の魂を導く場面。その神の手には例のバッグがあります。次に、シュメールの円筒印象。アヌンナキと呼ばれる神々が人類に文明の知識を授ける場面。ここでも神々の手にバッグがあります。メソアメリカでは、ケツァルコアトルという羽毛の蛇の神が人類に暦や建築の知識を教えたとされています。その神の像もバッグを携えています。気づきましたか？このバッグは必ず知識の伝達や神聖な力の授与の場面で登場するんです。古代の人々は、このバッグを単なる容器としてではなく、何か特別なものを運ぶ神器として描いていました。では、その特別なものとは何だったのか。ここで、ある仮説が浮上します。古代シュメールの粘土板には、
こう記されています。目、神々が所有する文明を築くための知識と力。この目は物質として存在し、持ち運ぶことができたと書かれています。異難な女神が目を盗み、ウルクの町に持ち帰る神話では、目を当てて運べるものとして描かれます。もしかして、あのバッグの中身は、この目だったのではないか。つまり、古代人が神々からもらった文明の知識を、物理的な形で表現したもの。それが、あのバッグだったとしたら、すべての文明が同じバッグを描いた理由も、説明がつきます。なぜなら、それは単なる容器ではなく、失われた超古代文明の記憶を象徴するものだったから。実は、このバッグには、もう一つの重要な特徴があります。それは、バッグとセットで描かれるもう一つの物体です。アッシリアの浮き彫りを見てください。有力の神がバッグを持つ反対の手には、松ぼっくりのような円錐型の物体があります。この松ぼっくり、古代シュメール語でムッルムと呼ばれ、清めの儀式に使われたとされています。エジプトでも、神々が持つジェド柱という物体が頻繁に登場します。これも縦に長い円錐型で、生命力や永遠を象徴するとされています。そして、メソアメリカ。ここでもトウモロコシの方も下杖が、神々の持ち物として描かれます。バッグと松ぼっくり、バッグとジェド柱、バッグとトウモロコシ。世界中で同じ組み合わせが繰り返されています。この組み合わせには何か意味があるはずです。ここで注目したいのが松ぼっくりの象徴的な意味です。古代から松ぼっくりは消化体の象徴とされてきました。消化体とは人間の脳の中心にある小さな器官。現代科学では睡眠を調整するホルモンを分泌する場所とされています。しかし、古代の哲学者たちは、消化体を第三の目、魂の座と呼びました。デカルトも魂が身体と直接接触する唯一の場所と述べています。もし、バッグが知識を運ぶ容器だとしたら、松ぼっくりはその知識を受け取る器官を象徴していたのかもしれません。つまり、古代の神々は、人類に物質的な道具を授けたのではなく、人間そのものを変える何かを伝えていた。そして、そのための鍵が、あのバッグに入っていた。口頭無形に聞こえるかもしれません。しかし、ここから先の証拠を見れば、あなたの考えは変わります。ここで、もう一つの視点を加えましょう。ギョベクリテペ遺跡、建造年は紀元前9600年。最後の氷河期が終わる頃です。この遺跡は、それまでの考古学の常識を覆しました。なぜなら、狩猟採集の段階にあったはずの人類が、突然、高度な石造建築を建てているからです。重さ数十トンの石柱を運び、精密に加工し、天文学的な配置で並べる。農業すらまだ始まっていない時代に。です。まるで、誰かが突然、高度な知識を授けたかのように。そして、この突然の文明化を裏付けるかのような発表が、2025年10月に行われました。中国北京大学の古代 DNA 研究チームが、先史時代の遺骨解析から父系社会の遺伝構造が確認されたと発表。文明の後期が突発的な発明ではなく、広域的な知識伝達ネットワークの中で生まれた可能性を示しています。つまり、ギョベクリテペに刻まれたバッグの知識の継承という象徴は、実際に DNA に刻まれた人類の記憶を反映していたのかもしれません。そこから時代が下り、シュメール文明が起こります。そして、この遺跡の石柱に刻まれているのが、あのバッグを持つ人物像です。偶然でしょうか。さらに、ギョベクリテペの近くには、もう一つの謎があります。カラハンテペ、ギョベクリテペと同時代の遺跡です。ここでも、同じようなバッグを持つ人物の彫刻が発見されています。つまり、この地域では紀元前9600年の時点で、すでにバッグを持つ神々という概念が確立していました。そこから時代が下り、シュメール文明が起こります。紀元前3500年頃、彼らは突然、高度な文字、数学、天文学、建築技術を持って歴史に現れます。シュメール人自身が粘土板に記録した神話によれば、アヌンナキという神々が天から降りてきて、文明の知識を授けたとあります。そのアヌンナキの描写にも、バッグがあります。エジプト文明も同様です。紀元前3100年頃、突然、統一王朝が誕生し、高度な建築技術と文字を持つ文明が現れます。エジプトの神話でも、トート神が人類に知識を授けたとされています。そのトート神の壁画にも、
バックがあります。そしてメソアメリカ、紀元前1200年頃、オルメカ文明が突然出現します。高度な暦、建築、彫刻技術を持って、彼らの神話でも羽毛の蛇の神が知識を授けたとされています。その神の像にもバックがあります。パターンが見えてきませんか？世界中の古代文明が突然高度な知識を持って出現する。そしてその起源を神々が授けたと説明する。その神々は決まって同じバックを持っている。これが偶然だと本気で思えるでしょうか？しかしここで重要な疑問が生まれます。なぜこれほど重要な知識がその後失われてしまったのか。古代シュメールの粘土板に奇妙な記述があります。アヌンナキは人類を創造した労働力として、エヌマエリシという創世神話ではさらに具体的です。神々は原始的な人類に自分たちの血を混ぜ、新しい人類を作った。この血を混ぜるという表現、何かに似ていませんか？現代でいうところの遺伝子操作です。シュメール語でアダムは土から作られたもの。旧約聖書のアダムの語源です。そして聖書には神は自分の姿に似せて人を作ったとあります。世界中の神話が同じことを語っています。人類は神々によって作られた、あるいは改良された。もしこれが単なる神話ではなく実際に起きたことの記憶だとしたら、約5万年前、現世人類の脳の容量は突然急激に増大しました。考古学では行動の現代性の出現と呼ばれています。それまで数十万年も同じだった人類が突然言語、芸術、複雑な道具を使い始めた。進化論ではこれを突然変異で説明します。しかし突然変異にしては変化が急激すぎます。そして約1万2000年前、さらに大きな変化が起きます。世界中で同時多発的に農業が始まります。麦、米、トウモロコシ、それぞれ独立して栽培化されたとされますが、タイミングがあまりにも一致しています。その直後、文明が爆発的に発展します。まるで誰かがスイッチを入れたかのように。そしてその誰かが持っていたのがあのバッグです。バッグの中身、それは人類の遺伝子を操作するための技術情報だったのではないか。ここで現代の遺伝学が発見した驚くべき事実を紹介します。2010年、ヒトゲノムプロジェクトの研究者たちは人間の DNA にジャンク DNA と呼ばれる領域があることを発見しました。全ゲノムの約 98% がタンパク質をコードしない無意味な配列に見えたのです。しかし2012年エンコードプロジェクトによってこのジャンク DNA が実はスイッチの役割を持つことが分かりました。つまり遺伝子をオンオフする制御装置です。さらに驚くべきことに、このジャンク DNA の中には古代のウイルスの痕跡が大量に含まれています。何百万年も前に人類の祖先に感染したウイルスの DNA がそのまま組み込まれているのです。そしてこれらの古代ウイルス DNA の一部は現在も機能していることが分かっています。特に脳の発達に関わる遺伝子の近くに集中しているんです。つまり人類の知能の発達には外部からの DNA の挿入が関与していた可能性があります。これは自然な進化だけでは説明できません。もし古代の神々がウイルスを使って人類の DNA を改変していたとしたら、バッグの中身はそのウイルスあるいは遺伝子改変技術だったのではないか。この仮説を思わせるような報告が2025年7月に発表されました。国際研究チームがジャンク DNA の中に眠る古代ウイルス由来の配列が現代人の遺伝子スイッチとして実際に機能していることを確認したのです。つまり人類の進化には外部からの高度の挿入が関わっていた可能性がある。それはまるで古代の神々がバッグの中に収めていた知識の種が今も私たちの中で目覚め続けているかのようです。アッシリアの壁画をもう一度見てください。神がバッグを持ち、もう片方の手で松ぼっくりを人間に向けている。まるで何かを投与しているように見えませんか？松ぼっくりと消化体。名前が似ているのは偶然ではありません。消化体、英語でピーニアルグランド。ピーニアルは松ぼっくりのようなという意味です。この器官、実は現代科学でも謎だらけです。消化体はメラトニンというホルモンを分泌します。
睡眠のリズムを調整するホルモンです。しかし、それだけではありません。消化体には網膜と同じ光受容細胞が存在します。つまり、脳の中にある目なんです。爬虫類や魚類では、消化体は実際に頭頂部の皮膚の下にあり、光を感知します。第三の目と呼ばれるゆえんです。人間の消化体は頭蓋骨の中に埋まっていますが、それでも光に反応します。そして、さらに奇妙なことに、消化体は年齢とともに石灰化します。まるで、機能を失っていくかのように。古代人は、この消化体の秘密を知っていたのではないか。そして、神々のバッグには、消化体を活性化させる物質が入っていた。その物質によって、人間の意識は拡張され、高次の知識にアクセスできるようになる。これが、神々が人類に知識を授けたという神話の真実だったのではないか。実は、この仮説を裏付ける物質が実在します。DMT、ジメチルトリプタミン。この物質は、人間の消化体で自然に生成されることが2019年に確認されました。そして、DMT を摂取すると、人は強烈な幻覚を見ます。多くの人が神的な存在との遭遇、宇宙の真理の理解を報告します。南米のアマゾンでは、シャーマンが DMT を含む植物、アヤワスカを儀式で使用してきました。そして、その儀式の壁画には、神々が植物を人間に授ける場面が描かれています。神々のバッグの中身。それは、消化体を活性化させ、人間の意識を覚醒させる植物あるいは物質だったのではないか。ここまでの証拠を総合すると、一つの結論に到達します。神々のバッグの中身。それは、人類を作り変えるためのものでした。考えてみてください。シュメールの粘土板には神々が人類を創造したとあります。エジプトでも、メソアメリカでも、同じ話が繰り返されます。これ、本当に単なる神話でしょうか。違います。彼らは事実を記録していたんです。バッグの中には、人類の DNA そのものを書き換える技術が入っていました。現代で言えば、遺伝子治療に使うウイルスベクター。あるいは、その製造方法を記した設計図。これを使って、原始的な人類の脳を拡大させ、言語を話せるようにした。突然変異。違います。計画的な改造です。そして、バッグにはもう一つ、重要なものが入っていました。消化体を活性化させる物質です。アマゾンのシャーマンが使うアヤワスカ。その主成分は DMT。この物質、先ほども紹介したように、実は人間の脳内でも自然に作られています。どこで作られるか。消化体です。古代の神官たちは知っていたんです。特定の植物を摂取すれば、意識が覚醒し、神々の声が聞こえること。バッグには、その植物が入っていた。あるいは、その栽培方法が記されていた。これが、世界中のシャーマン文化の起源です。そして3つ目。文明を築くための知識そのもの。天文学の観測データ。ピラミッドの設計図。農業の技術。数学の公式。これらすべてが何らかの形で記録され、バッグに収められていました。粘土板だったかもしれません。金属板だったかもしれません。あるいは、我々がまだ知らない記憶媒体だったのかもしれません。つまり、神々のバッグとは人類改造キットそのものだったんです。DNA を書き換える技術、意識を拡張する物質、文明を築く知識。この3つが揃えば、原始人でも一夜にして高度な文明を作れます。実際、そうなりました。世界中で、突然、文明が花開いた。すべて、このバッグのおかげです。なぜ、これほど重要な技術が失われたのか。答えは簡単です。失われていないからです。これらの技術は、今も秘密結社によって守られています。フリーメイソンのシンボルを見てください。すべてを見通す目。消化体、第三の目です。イルミナティの伝説。彼らは古代の英知を守る者たちだとされています。バチカンの庭には、巨大な松ぼっくりの彫刻があります。なぜでしょうか。これらの組織は、神々のバッグが象徴する失われた技術を密かに受け継いでいるのです。そして、その技術は、一般の人類には決して公開されません。なぜなら、その技術が公開されれば、現在の権力構造が崩壊するからです。人類全員が意識を覚醒させ、神々と同じ知識を持てば、誰も支配できなくなる。だから、バッグの秘密は隠され続けます。
学者たちは単なる容器の象徴と説明し、誰もそれ以上追求しない。しかし、石は嘘をつきません。世界中の遺跡に刻まれたバッグ。それは、後世への警告だったのかもしれません。我々は改変された。そして、その真実は隠される。そして、この考えを裏付けるように、2025年11月、アメリカの科学誌、ポピュラーメカニクスは古代 DNA の解析によって、人類の移動、混合、知識伝播の歴史が書き換えられつつあると報じました。つまり、神話が語る神々による英知の授与は、現代科学がようやく追いついた実際の出来事だったのかもしれません。この視点で見れば、バッグはただの装飾ではなく、文明を設計し、人類を作り変えるための実在する装置だった可能性すらあるのです。考えてみてください。シュメール、エジプト、オルメカ、すべての文明が同じ形のバッグを持つ神々を描いた。それは単なる偶然ではなく、失われた超古代のテクノロジーの記憶なのかもしれません。ここまでの話を聞いて、あなたはどう感じましたか？突拍子もない妄想だと思いますか？それとも、何か心の奥底で知っていたような感覚がありますか？実は、あなたの消化体にも、まだ眠っている能力があるかもしれません。瞑想を続けている人の中には、消化体が活性化し、強い直感力や第六感を得たと報告する人がいます。断食や特定の呼吸法によって、自然に DMT が分泌され、意識が拡張する体験をする人もいます。古代の神官たちが行っていた儀式。それは、外部から物質を摂取するだけでなく、自分の体内で消化体を活性化させる方法だったのかもしれません。もし、神々のバッグが象徴する人類改変プログラムが実在したとしたら、そのプログラムは、今もあなたの DNA の中に眠っています。ジャンク DNA と呼ばれる 98% の領域。そこには、まだ発動していない能力のスイッチがあるかもしれません。支配者たちが恐れるのは、このスイッチが入ることです。人類全員が覚醒すれば、嘘は通用しなくなります。だから、フッ素が水道水に添加されます。フッ素は、消化体を石灰化させる作用があると言われています。だから、教育システムは暗記を重視し、直感や創造性を抑圧します。だから、メディアは人々を恐怖と娯楽で分断し、内面を見つめる時間を奪います。すべては、あなたの消化体を眠らせ続けるため。神々のバッグが象徴する力を、あなたに取り戻させないため。しかし、知識は力です。今、あなたはこの秘密を知りました。どうするかは、あなた次第です。結局、神々のバッグの中には何が入っていたのか。遺伝子改変技術、意識覚醒物質、失われた英知。そのすべてです。そして、その技術は今も、どこかに存在しています。秘密結社の金庫に、バチカンの地下図書館に、あるいは南極の氷の下に、我々が知らされていないだけで、真実はそこにあります。しかし、最も重要な真実は、あなたの中にあります。あなたの DNA に、あなたの消化体に、あなたの意識の奥底に、古代の神々が人類に授けた可能性は、今も眠っています。世界中の遺跡に刻まれたバッグ。それは、こう語りかけています。思い出せ、お前たちは、ただの猿ではない。覚醒せよ、お前たちの中には、神の遺伝子がある。取り戻せ、奪われた英知を。石は、今も語りかけています。あなたには、その声が聞こえますか？そして、あなたは、どう答えますか？このチャンネルでは、権力者が隠し続ける古代の真実を暴き続けています。今回のバッグの謎と深く関連するテーマとして、フリーメイソンが守り続ける古代エジプトの秘技、南極で発見された古代文明の痕跡が公開されない理由、人類の DNA に組み込まれた謎のコードについても別の動画で詳しく解説しています。支配者たちが最も恐れる情報です。すべての動画があなたを真実へと導く道しるべです。もし今日の話があなたの中で何かを目覚めさせたなら、もし隠された真実をもっと知りたいなら、チャンネル登録と高評価で共に覚醒の旅を続けましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。